さんこんにちは、リセともよです。ということで、今回は100キロ、すでに最高体重でも可愛いと言われる私の毎日メイク。前回の動画でめちゃくちゃね、メイク知りたいみたいなコメントをたくさんいただいてありがとうございます。徹底解説していきたいなっていうところなんですけど、一個その注意点が知識があるとか、そういうわけではないんです。皆様と一緒で YouTube にあるメイク動画を漁って、つけまのつけ方を勉強しました。これは垢抜ける、これは垢抜ける、みたいなのも見て勉強した身なので、専門的な知識はないです。見よう見まね、全部自分の好きな感じでやってます。なので、それ違うよみたいなのあったら、ぜひコメント欄で教えていただくか、そんなとこもあるんだなと見守ってくれたら嬉しいです。私はね、見ての通り、普通におデブちゃんなんですね。本当にありがたいことに、顔だけはあんま太って見えないって言われてて、なんでかっていうと、ここにはもう莫大なお金をかけてるからなんですね。体がね、めちゃめちゃでかいんですよ。私肩幅がね、もう、すごいんだけど、それに対して顔をもう極力小さくするような髪型とかメイクとかをしてるから、太ってても可愛いって言ってもらえるのかなって思ってて、私はこの際だからもう顔だけでもめちゃめちゃちっちゃくしてやろうって思ってるんですね。なんで、ちょっとそこに焦点を当てたメイクになります。顔にお肉ついてない人が私のメイクちょっと真似したら、もうなんかすごいよみたいな感じにはなっちゃうかもしれないんでね、そこだけはお気をつけください。ということで、早速やっていきたいと思います。メイク動画嬉しい、久々。本当にすごい最近抜けたねって言ってもらえるようになったんですけど、それは多分二重整形もしたんですね。原宿にある BB クリニックってやっていただいたんですけど、これは点止めしてます。もともと二重だったんですけど、幅が狭いのと左右差もあって、写真とか撮った時に二重が全然見えなかったの。こうなっちゃう感じだったのね。それがすごい嫌で、いつかしたいなって思って、最近アイドルする機会があったので、その時にちょっとやらせてもらったっていう感じになるんですけど、でこれ不思議なことにダイエットにはお金かけてるから美意識が上がるってなんないんですけど、なんでなの？ちょっとマジで不思議なんだけど、そっちもいつかそういう気持ちになってほしいなって思いつつ、顔に関しては本当にそのモチベ上がって最近頑張ってます。だからつまり今の自分の肌の状況はダイエット自慢の時よりはさすがに日は焼けてないかもしれないけど、全然真っ黒なわけなんですよ。顔は全然この色に合わせたメイクじゃなくて、普通に白い目で、私韓国系のメイクが好きなんで、待って、ちょっとタイム一旦ストップしていい？私がこの動画内で言うことってもう本当にもう自分中心のこと言うので、これが可愛い、こうした方がいい、なんかこうあれみたいな言うけど、もうそれあれね、否定とかじゃなくて一感性として受け止めてください、ぜひ。だからそれこそじゃあ私二人じゃないからダメなんだとか思わないで、本当に私の可愛いを今から発信していく感じなので、本当にそれだけは本当にみんなお願いします。で、肌についてなんですけど、白い顔をした時の、その元の色って、やっぱすごい目立つ。化粧が崩れた時とか、肌荒れとか、めちゃめちゃ目立つから、ハーブピーリングに通うようになりました。で、めちゃめちゃ変わったし、めちゃめちゃ肌のもちもち度もだし、化粧のりもだし、ニキビ跡とか、マジでどんどん薄くなって、ハーブピーリングは剥離あり剥離なしってあって、剥離ありの方が多分1回の効果でかいんですね。皮が剥けるんでチュルチュルすぐ効果出ると思うんですけど、剥離ありだとやっぱ顔の皮がペリペリめくれて仕事とかプライベートに影響すると思うから、私剥離なしの方にしてて、で剥離なしだとやっぱどうしても時間はかかるんですよ。だけど私は今3回ぐらいかな、めちゃめちゃに効果感じてる。このニキビ跡とかは全然ある。ここら辺はほくろですね。これは赤みとか肌荒れとか、メイクしてもめちゃめちゃ目立つぐらい濃かったんだけど、本当に薄くなった。肌がパーって本当にパーってなるようになったわけ。最近本当にね、肌綺麗にしようキャンペーンできてるから、土台を良くするっていう意味で、本当に顔盛りたい時以外はもう我慢、すっぴんでいることになれる。ビタピカフェとか行って写真撮る時とデートする時、もうこれ以外はなるべくすっぴん、もうほんと日焼け止め、ファンデーションならない日焼け止めに、眉毛ちょっと描き足して、これもだからアートメイクしたいなって思ってるんですけど、もう肌を休める。本当にみんなもさ、毎日動いてて大変でしょ？肌も休まなあかんのよ。あんたたちも休んでたから疲れさせすぎよ。本当にね、これはめっちゃでかいと思う。なんか最近休ませるようになってから肌元気になってきた。じゃあ、そしたらば、メイクに入っていきたいと思うんですけど、カラコンはオーレンジの気分によって変えてるんで、何色が漏れるよとかはないですし、一旦水光にしてるってぐらい。
こんな感じです。正直、カラコンのサイズとか、このカラコンが自分でめちゃめちゃ垢抜けて見えるなっていうのはまだ探しきれてない。何がいいかわかんない。カラコン正直。こんな感じです。まあ、黒目ですね。まあ、韓国っぽい水光カラコン使って、あとは日によりけり。カラコンわからんって、マジで、人によって目の色がさ、違うじゃん。SNS でバズってるカラコンとか使っても、あれみたいな。全然ある。思ってたんとちゃうなーってなりがちです。私も今一生懸命探してるとこ。日焼け止めはこちら使ってます。ダルバのトーンアップサンクリーム。このピンクのやつですね。ダルバめちゃめちゃいい。シュッの、あれ有名だと思うんですけど、日焼け止めこれめっちゃいいです。トーンアップするし、保湿崩れない印象ですね。これを塗り広げていきます。保湿力が高いんかな、なんかすごいしとしとになるんだよね、肌が。ダルバの日焼け止め使うと結構トーンアップしてくれる。あと紫とかも、緑だっけ、紫だか緑とかもあるけど、めちゃめちゃトーンアップしてくれるから、ファンデーションじゃなくて、体型の時にトーンアップさせちゃうっていうのはめちゃめちゃ大事なんだなって最近知りました。首にもね、日焼け止め塗って、首の差がすごいんで、首どころか普通に顔以外、手とかも全部真っ黒だからね。別にそこら辺は気にしないでいこう。そしたら、次肌なんですけど、私はめっちゃ乾燥肌なのね。だから、あんまり塗りすぎると、もう逆にひび割れて汚く見える。なんかすっぴんの方が、全然肌のきめ細やかさだと全然綺麗みたいな状態になっちゃうので、コンシーラーを先に仕込んで、クスとか隠して薄く上からクッションファンデやってる感じです。コンシーラーはこちら。これです。これ名前もうわかんない。こういうとこから2番目と、ここ。で、鼻とかだったらこの明るい色を使って、隠したいところ、このクマとかを点置きしてつけていきます。ここと、ここと、この口角のとこ、顔がくすんで見えるから、クマのところ、結構がっつり目頭よりまで。後でここは明るくするから、光飛ばします。小鼻の横が赤みとか溝が結構あると鼻でかく見えるんで、ここをとにかく飛ばします。ここで意識するようになったから鼻整形したって言われたと思うんだよ。そしたら、このパーフェクトダイアリーのクッションファンデ案件でいただいたんですけど、めちゃめちゃいい、本当に。でもうないのよ、もうこれが。もうグリグリやってもないぐらい使ってるんで、本当におすすめなんですけど、中にこれ美容成分が入ってるやつで、上からまずここ、中心、鼻、おでこ、顎。この5点置きします、まず。そしたら、そこを中心からこう広げていく。正直顔の横っていうか、外側はいいです。そんなやんなくて。気になってる肌荒れとかがあったらやるくらいで、顔がどんどんでかく見えてくんで、こんなに手つけない。いや、パーフェクトダイアリーマジでいいんだよね。クッションファンデ1個でさ、こんな変わんの。うち大好きパーフェクトダイアリー。小鼻のとこもこう結構溝になってこうやって肌横にして埋め込んでく。この溝に溜まると本当に汚く見えるのよ。メイクって乾燥してんなみたいな思うじゃん。涙袋にファンデーションであんま置かないみたいなタイプもあると思うんですけど、私はもう全然塗る。もうメイクで形作っていきますから。塗り終わったのがこんな感じです。もう艶やばくない？おでこもう上キワキワまで塗らない。もうここのギリギリ。まあ、一旦これで肌終わり。眉毛に取り掛かっていくんですけど、その前にパーフェクトダイアリーのパウダーで、眉上と、あと目の上、一旦粉を落とします。一旦サラってするんで、描いたやつが多分崩れにくくなるらしい。おでこもね、もう何もないんで軽くこう、余ったやつでポンポンして、ツヤ肌からちょっとマット目に。で、こっから下はまだ、後で全然やることあるんで、まだ粉落としません。眉毛になるんですけど、眉毛がマジで印象変える。顔の印象っていうか、顔の幅、顔のデカさ、本当に変えます。本当についこの間1週間ぐらい眉毛に対して悩んだのよ。なんで漏れないんだろうって、私の顔ってって。なんでこんなに変なんだろうってなったんだけど、結局、顔の造形美って比率なんだよ。パオツの場所とか。ってなったら、自分の今顔が持ってるとしてやりたい顔とかあると思うんだけど、こんな太ってて言うのもなんですけど、細く見えたい。顔をね、ここの顔の余幅あるでしょ？ちゃんとこいつらも顔の一部として入れてメイクしないと、本当にメイクが濃い顔がでかいやつみたいになっちゃうわけね。だからまあ、それをこう、髪で隠すのか、これを活かしてメイクするかのどっちかだから、隠すってなっても、ここまでは隠せないのよ、今。もう、こんぐらい？ここの余白いっぱいに顔のパーツがあると、やっぱはっきりして見えるっていうか、漏れて見えるので、本来の眉毛の長さより全然長く引く。なんかでっけえゴミついてたわ。
ローム&の一番濃いのを使って、メイクがピンク系でやっていくので、色ちょっと合わせてやってます。上から茶色く塗っていくんで、ちょっとあれなんですけど、まず、この既存の昔やったアートメイクのこの残ってるところにまず色のせていきます。形を決めるとかじゃなくて、とりあえず埋めていきます。そしたら今これ色埋め終わったんですけど、こっから次、眉毛の形をしていくんですけど、ここの余白を埋める必要があるんで、横に伸ばしていきます。横にも上にも伸ばしていく。もう今見て。ほら、2本目の線が入ったでしょ。結構いきます。本当に大丈夫。任して。アイラインを私は結構長めに引くんで、全然不自然じゃないので大丈夫です。眉毛の形も最近はなんか私ハーフだし、なんかちょっと上がってる方が可愛いかなとか、アーチがいいかなとか、まあちょっといろんなの考えてるんですけど、まだ正解は出てないから、一旦その無難な平行目にして様子見てますね。はい。こんな感じで横に長く引きました。そしたら、ほら、ここのさっきのさ、幅がめっちゃ縮むでしょ。だから、あ、顔がちっちゃいんだ。顔の横はちっちゃいんだって本当に思わせれるから大丈夫。ペンシルで縁取りといい感じに形を整えていきます。最近アートメイクがめちゃめちゃ流行ってるじゃないですか。すごい垢抜けて見える眉毛綺麗だなって思うんだけど、なんでかなって思ってたの。私もなんでアートメイクしてんのに全然垢抜けれないんだろうって思ってたんだけど、最近、これかなって思ったのは、毛感があるから、すごい自然な眉毛を演出してるというか、っていう、私の、一個のあれになったんで、ここの、眉頭の部分をね、ペンシルでこう、毛を描いていきます。あ、毛なんですよ、これはっていう、毛詐欺していきます。ちょっとこれ本当にね、運命分かれるから。こんな感じですね。うわ、ちょっと変だな。眉マスカラして、この黒くなってる部分だけ茶色くします。眉毛すごいなって感じでしょ？でも大丈夫です。ほんと馴染みますから、これ。この1個のパーツがでかくなっていくから、顔の余白がね、どんどん少なくなっていくっていう、おそらくね、私がリアルであったら多分変なのかもしれないね。アイメイクは最近は、シャドウ自体の色はそんなのせてないです。デイチークの一番薄い色で、囲っていきます、まず。下もちょっと軽く囲っていく。で、この時にちょっとオーバーめに塗ります。目の下。私は目の位置を結構下に下げたいんですね。しかも、目尻側を結構下に下げて、まぶたよりこの下の部分に追加していくイメージ。三角ゾーンを埋めていくんですけど、ヒライラインみたいな感じだけど、この一番黒い色で昔やってたんですけど、最近はこの赤とか、このあんま濃すぎない色で、昔はね、地雷ラインでこう、線みたいな感じで、ここに引いてたんだけど、完全に三角でピンクで埋めていくっていう作業してます。一旦線を引いて、こう埋めていく。で、今ここに埋めた色で、このまま目頭とここの間も引いていきます、線を。もうがっつり下に侵入するぐらいの勢いで、描いていっちゃって大丈夫です。あんま線っぽく見えてないだろうけど、こっちもやっていきます。一旦こんなもんですね。そしたら、涙袋の位置を決めていくんです。アイホニックのコンシーラーペンシルピンクベージュ。で、これはコンシーラーと、涙袋のラインを描くライナーが入ってるんですけど、ペンシルの方で涙袋を形成していきます。目頭のここに光を入れて、ここにちょっと足すのと、そっから下に向かって、涙袋をナメクジにしていくっていう作業なんですね。この涙袋で目の縦幅が決まるので、慎重にいきます。ここに一旦光を入れる。こんな感じですね。ちょっと見にく。ちょっとごめんね。さっさといきます。さっきこの引いたピンクのラインの下をこう通って、コンシーラー引く場所は、ここのさっき三角ゾーン埋めたじゃん？ここの下まで軽く引きます。がっつりじゃなくて軽くね、こう色を分けるっていう。こんな感じ。見て。全然違くない？こっちとこっちで。こっちも同じように、ここをこう三角で埋めて、光らせるのと光らせないので全然目の見え方違うから、これ絶対光らせた方が漏れます。涙袋が完成したと思うんだけど、今さ、これ勝手にさ、この線が出来上がってんの分かります？アイシャドウと三角ゾーンを埋めた、その残りのやつで、勝手に涙袋の影ができてるんですけど、これを追加するんじゃなくて、この下の、ここのちょっとくすんでる色あるでしょ？ここを消す。ペンシルで。軽く乗せるだけで、あんま描いてるっていう感じにはなんないので、こうですね。ほら、すごくない？
目のこうもたつきっていうかこのくすんでる感じも減るし、汚くなんないんですよ。涙袋っていうかここら辺の目の下の感じが。色を足すんじゃなくて、白で消していくっていう作業ですね。ここのゾーンを。で、ついでにここら辺の、見て。ほら、今ここにあったさ、やつ消えたっしょ。のやつをこちらで、ピピピピって消しちゃいます。ほら、すごいすごいよ。このペンシルのコンシーラー。もう片方のやつで線引いてきます。で、これは黒とかじゃなくて、色はなんか、ちょっとわかるかな、なんか、ちょっと茶色いみたいな。赤茶みたいな感じなんで、そんな、がっつりじゃない。この、上部分と、目地の方をちょっと足していく。じゃん。こんな感じですね。今、上から、コンシーラーをさ、めっちゃのせたから、さっき上まぶたのアイシャドウで使った、同じ色を、本当に軽く、2触りぐらいして、色をなじませていきます。こんな感じ。涙袋をね、やっぱ元のある位置からちょっと下げると、やっぱ顔が下に下がっていくので、もう本当にね、これは本当におすすめです、この方法。で、そしたら次上の目の際のシャドウやっていくんですけど、ロマンドのこの一番濃いのを取って、本当目の際にここ埋めてきます。二重幅とかじゃなくて本当に目の際だけ。下に下げたいので、この、勝手に今自然になってる、自然に影できてるとこを、ちょっと、まっすぐ下に下ろしていきます。垂れ目っぽく、下に影作っていくイメージで。はい。こんな感じですね。これで、シャドウは終わりです。つけまつげつけていくんですけど、私ね、ちょっとここで初めて言うと思うんですけど、もともとちっちゃい頃抜毛症で、これ抜毛症何かっていうと、毛をね、抜いてしまう病気、なんていうの、ちょっと病気って言ったらあれだったんで、こう毛を抜いてしまう癖があって、昔。小学生の子とか、まつげ全部ないとか、あとここら辺の髪の毛、こう全部抜いちゃって、こう毛を食べるみたいな癖があったんで、ダメじゃん。普通にやばいから、ずっとやめてたんだけど、ちょっと前ぐらいに、ってなった時期があって、もうここ数年、なんかなかったんだけど、もう本当に急にやっちゃって、うちのね、目のね、まつげがないんですよ、今ほぼ。今ね、頑張って生やしてるんですけど、美容液とか塗って。これないんで、マストで、つけまをつけていく。最近のつけま、すごいから、本当に。使ってるのは、シーンのつけま使ってます。御用達。これですね、今回使うのは。このつけまを使って、タバコをやっていきます。めちゃめちゃおすすめなつけまのりは、D アップの色が黒なんよ。のりがね。アイラインっぽく見せてくれるっていう素敵な商品になってて、透明なノリの時ってたまになったノリを黒く塗る作業とかが必要だったんだけど、やべ、毛抜いちゃった。くっきり見えるのでめっちゃいい。でもまつげめっちゃある人はどうなんだろう、ちょっとわかんないけど、黒のりを塗っていきます。これすごかったな、マジで。見つけた時画期的だと思ったもん。したらちょっとここはもう本気なんでカメラで見せるとかできないんですけど、下を向いてこうですね。こうとかじゃない。こうでこう装着していくんですけど、結構垂れ目に見せたいので真ん中でつけるんじゃなくて、ちょっとこっちの長さの方が長いかなぐらいでつけていきます。つけた後にこうやってちょっと上にやってパリジェンヌっぽくなるように。もう大好き。めっちゃ綺麗でしょこれ。もう最近ずっとこれ。先にアイラインを引かないのは、結局その、まつげの形で、目の形も変わっちゃうわけよ。この日の調子でさ。アイライン引いた後だとね、修正ができない、顔の。だから先に、私はまつげを完成させます。まず、こう真ん中にちょんって置いて、口に入れて、外を順番につけていく。もうあとは押し込み。このノリのめっちゃいいとこ教えていい？これ今、ここがね、なんか取れてんのよ。全然多分ノリ乾きすぎちゃって。ダメだろうけど、本当にもうアイラインの形ほぼ一緒じゃん、みんな。もう分かってるでしょ、大体自分がどこにある。置きたい形沿いにここ引いちゃうの。普通に。アイラインみたいに。ピーって。その上に、つけて乗せていくの。ごめん。鏡ごめんよー。はい。つけまん完成しました。こっちは、毛がないんで、元々のまつげが今ね、生えてないから、中心に置いたんですけど、こっちはもう全員毛あるから、もう思い切って、この目尻、もう目関係ないところにまつげつけてます。こうすることによって目の横幅がちょっと広がっていくから、でかく見えるっていう現象になるね。あ、そこまで目なんだね。目でかっみたいな感じになります。これに沿って、不自然じゃない感じに横に流していくイメージね。まつげがない部分。ここまず埋めます。こっちもちょっと埋めて、そのまま下に下げていくイメージ。で、あんま太くやりすぎたらあれなんで、もうちょっと本当に極細で描いていく。こんな感じですね。
で、反対側もそうしていきます。メイク濃いんだけど、濃くは見せたくないのよ。でこれアイラインね、太くすると本当にどんどん濃く見えてくから、普段アイライン引かない人からしたらさ、細いのかそれって感じだと思うけど、細いです、これは。めちゃめちゃ。結構長めにこう描いてんだけど、もうほんと1センチぐらい描いてるかな。本当はね、5メートルぐらい描きたいよ、アイラインだって。この大体目印はさっきの三角ゾーンあたり、ここね、にしてます。赤で、もう一回、この下のラインのところを、つなげる。こうすることによって、もう、あ、ここまで目なんだねっていう。で、このちょっと、涙袋も外に増やしていく。下のマスカラ。まつげをね、こうやって上に上げたから、ここが結構詰まったでしょ？今度下に下げる作業。真ん中を中心に結構下げていく。ここですね。で、ここら辺は正直あんまやらない。まつげ。目尻側のまつげ。毛先だけとかじゃなくても結構がっつり根元から下につかないように注意しながら下に下げていく。ジューディードールの極細のもう繊維系のあれですね。大事なノーズシャドウやっていきます。さっきのこのパーフェクトダイリーの粉を使って鼻とこの顔の横で、このパウダーは多めにのせて肌に密着させて後で落としていくので、こう、まあ部分でめっちゃのしちゃっていい。小鼻の横もね、もうたっぷり。ノーズシャドウしていくんですけど、これですね。有名なやつ。めっちゃ使ってるんだけど、ここの2つ使って、目の周りのところはこの真ん中の色使って、眉毛を濃くしてる分、ここら辺をね、濃くしすぎると、めっちゃ海外みたいな顔になってくのよ。だから、やりすぎないけど、薄い色で、しっかりと、ここの色を足していくイメージ。こう、それで、こう眉毛にこう繋げていく。眉毛上もね、私は描くようにしてるんですけど、アイシャドウをあんま塗ってないじゃん？そのアイシャドウを塗らなかったのが際立つね。この彫りを作ることによって。濃いんだけど、濃くない。なんかアイシャドウ塗ってないからか？こう素で、すごい漏れてる女みたいな。ちょっと、伝わる？鼻横にめっちゃつけてたパウダーをちょっと落とします。下のここの部分、結成していくんですけど、この一番濃い色をちょっと取って、この間はつなげない。で、この鼻先の下の部分をまず、ちょんちょんって V 字に入れます。結構 V 字に入れていい。ここは濃いめに。残ったやつをこう上につなげる。こう丸くは入れてない。まっすぐな鼻のラインが好きなんで、この上から何でもいいんで、これもジューディドールの一番白いパウダーを使って、こう上にのせていきます。ノーズシャドウの色を濃くするっていうよりは、ノーズシャドウでガイドライン引いて、上から白足して高さ出すみたいな感じ？そうすると、なんか顔が暗くなりすぎるずに鼻高くなるので、こんな感じだね。ほらもうさ、結構整形級じゃない？鼻の変わり方。真ん中を白く塗ったから、今度この境目がめっちゃ気になるんですよ。軽くぼかしてあげる。横に光を入れる。小鼻の横とか、ここの位置に光入れてあげるとめちゃくちゃいいです。で、今ここを今入れたんだけど、ここの目頭のアイシャドウを塗る部分に光足していきます。白い同じやつで。ノーズシャドウ、光のライト、ちょっと待って、もう大変です。用語がわからないけど、暗い明るいまつげのこのラインで暗い、で、ここ明るい、暗い明るいみたいな、ちょっと。これをするのがすごい大事っていうことを伝えたい。この白い部分を作るっていう、目の大きさをめちゃめちゃ変えるので、ここ本当に絶対みんな作って。こんな感じですね。全然違くない？ここにさっきついてたパウダーが多分取れるんで、密着されたから、これを取っていきます、軽く。このパウダーはさ、あんま乾燥しないので、やっぱすごいんだよな。この、パーフェクトダイアリーシリーズ大好き。あ、やべ！めっちゃ間違えたわ。私めっちゃ間違えた。ごめん。ちょっと訂正していい？チークだ。本来だったら、顔のパウダー振る前に、チーク中に仕込みます。その上からパウダー塗ってんの、いつも。うわー、間違えた。もう一回重ねるんですけど、これ C グラムの、これも案件でいただいたやつですね。ありがとうございます、本当に。ペータルタークちょっと名前わかんないですけど、これがめちゃめちゃ良くて、これね、なんかめっちゃピンクじゃん？なんだけど、こう押した時に、こう周りがちょっと白っぽいピンクに変わるんですよ。中顔面短くしたいんで、この、下目に2個と、あとここですね。
この目尻につながる部分に1個押します。で、この鼻と顎も2個ぐらい押して、チーク落ちないし、パウダーの前に仕込んだら。なんか上からパウダー塗るからチーク感めっちゃなくなるのよ。なんかもう本当に自然にほっぺピンクのやつみたいな。目尻あたりもこうつなげつつ、こんな感じ。かわいいでしょ。もう私このチーク大好き。もうこれマジでずっと使ってる。濡れたら上からパウダーね。ごめんね、ごめん。軽く上から。はい。そしたら今度この何でも、これ何？ネーミングのちょっとボロボロも落としてボロボロなんですけど、こう淡めのピンクのカラー。目の下の部分、ここら辺に色を足します。ここに色があるとチーク感ちゃんと出る。で、中画面確かできました。そしたら、もう最近、やばい。うわ、もうこれ革命的だわって思ったやつがあって、これね、シーグラムの宇宙ハイライターなんですよ。TikTok とかで結構バズってて、で、実際にこれ私もお仕事させてもらったんですけど、これ本当に、全員買った方がいい。このハイライト。発色も可愛いし、とにかく天才のハイライトなんだけど、この一個難点として、お姉様方、このさ、宇宙のパケ使いづらくない絶対に。これ本当にもっとちゃんと、なんか、キャンメイクみたいな容器に変えたら、みんなさ、買いやすいやん。買いやすいっていうか持ちやすい。けど、この宇宙ハイライトを持ってんのきつい。普通に。ちょっと恥ずかしいよね。可愛いんだけどね。可愛いんだけど、私はそのベビータピーマインドもあるから、これ可愛いみたいな感じで持ってられるけど、実際問題さ、この、ね、これ嫌でしょみんな。白のハイライトと、これベージュあるんですけど、まず一旦白使います。めっちゃつくから、ポン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 ぐらいで、見て、ほら。ポン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 ぐらいでやって、鼻からつけてきます。もう本当に微調整大事だからね、これ。しかも、めっちゃ可愛いから見てて。いきますよ。まず、鼻の中心からいきます。で、この、ハイライトの部分、もうすでに光ってるとこあると思うんですけど、ここにさっきピンク押し込んだでしょ？だからその上に押します。せーの。ポン。このハイライトほんとすごくて、このハイライト使うようになってから、マジで肌めっちゃ綺麗だねって言われるようになったの。このハイライトほんとに粒子が細かくて、ほんとにめっちゃいいこれ。ここの、ここにも入れます。これもうすごくない？でもこれ別にリアルで見て、めっちゃギラギラ光ってるわけじゃないんだよ。ほんとに、光が、ここに LED ライト入れてるみたいな感じ、ほんとに。今この手で、今つけたやん？この手でやったらもうここもキャンキャンになっちゃうので、この両方からこう軽くつなげます。おでこを今度丸く見せたいからおでこ光らせていくんですけど、ここに T で入れます。こう。したら、ほら、すごいっしょ、これ。で、これ軽くね、触って。もうほんと軽くで大丈夫。唇の上。これですね。あ、やべ、忘れてた。赤い色で、ここ、三角。と、ここ、ちょっとちょん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 ってやります。こんだけでいい。軽く。こう下にちょっとちょ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 って入れるだけ。顔のここにハイライト入れるといいみたいな、Twitter とかさ、TikTok とかでよくバズってるさ、光を仕込んでいきます。ここ、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 んで、ここ、ここ、こんな感じで、軽く薄く塗ると、内側から発光してるように見えるから。天才やな本当にこれ。次、今度今白のハイライトだったんだけど、このベージュのハイライト、こっちは肌とか、それこそチークの上とかに馴染みやすいのね。このチークっていうか、この中画面一番短く見せたいここのあるじゃん？そこに軽くのせます。そうすると、今度ここが光んのよ。ほら、ちょっとわかる？ちょっと、わかりますかこれ。なんで、ここが光ることによって、なんて言えばいいんだろうね。このチークも目立つし、一番トップじゃん。私はここに肉が一番乗ってるので、ここをやっぱ、ツヤツヤに見せる。ここを見た時とかのさ、このツヤがめちゃめちゃいいです。本当に。唇になってくるんですけど、唇は私、広角ボトしました。昔、めっちゃ愛想悪かったんだけど、めっちゃ下がってて。だけど、広角ボトしてからめっちゃ、唇がこう、キュンって、キュンってなって。昔はこう、口角にこう、ラインとか入れてたんですけど、今はこの下だけに、これシャドウ入れて、唇をぷっくりさせてます。唇の幅を広げて、下の余白をなくしてくるイメージです。ジーンで買ったら何が何だかよくわかんない、マットのリップ。
があるので、これを一旦仕込みます。で、これで元の血色これですよみたいな顔する。さっきハイライトのせたとこちょっとピンクのせてぷくっとさせます。こんな感じでマットのリップでこの際とか口の際こういうとこをしっかり色付けさせちゃう。はい、こんな感じですね。そしたら最近もうこいつしか使ってないっていうリップがいまして、こいつです。ちょっと汚いんだけど絶対に落ちないし、チュルンとかめっちゃ出してるし、なんかこれね、なんか変なのよ。謎の、書いてあるじゃん名前。なにコスノリの03番。これ本当にピンク系の色大好きな人最強ですよ。変な液でなんか粉と中が液体が分離してんのね。よくわかんないリップの色なんだけど、内側に入れます。こうで、ここもこうで、かわいい。やばくない？めっちゃかわいい。内側でまんまして勝手に外に開いていく分だけでいいです。かわいい。見て、唇チルチル。かわいすぎる。このリップをちゃんって取ってこの鼻にちょっとつけます本当に大事です。昔はなんか本当にリップ赤塗ってアイメイクはピンクでみたいな感じで結構バラバラにしてたんだけど、全体の色の系統を、似せるのはそりゃそうだと思うんだけど、もう本当に同じような色使うっていうのが一番変じゃなかった。でこのリップのね残ったこれとかをここら辺にこう散りばめるんですよ。そしたらもう本当に急な一体感出るから。こんな感じです。可愛くない？めっちゃ。ちょっと顎にも塗って。もう結構完成してきたんですけど、一番忘れちゃいけないシェーディングしていきます。正面から見た時にまだ余白があるじゃん。しかもチークとかをね、私はここだけじゃなくてこっち側にも、今顔がさ、今ここら辺まで見えてるでしょ？だからここを頑張ってこうするためにシャドウをやってきます。すぐ向いた時に気になるこの出てる部分を徹底的に配慮します。この横のここを削ってになるだけなんで、無理なもんは無理なんですよ。でここを削って、ここをねめっちゃ削るの。ここを削ると顎がシャキンって見えて、顔のもたつきっていうかその脂肪からここにめっちゃ入れます。一応顔見えないんですけど、ここら辺もこう削っとく。おでこで見えてていいのはここだけここだけなんで、この辺はもうシャドウ塗っちゃう。てかもう私ね、もう本当に最近もうエロい顔、エロい体になりたすぎて、だから唇もこんなプルプル。唇なんてプルプルであればあるほどエロいんだから。で、あとは微調整します。私は最近眉毛なんか薄めよりなんか濃く作った方が自分の中で盛れるかもって思ってきて、本当に最近は眉毛濃い。めっちゃ顔がね一応ハーフだから濃い系統の顔はしてるじゃないですか。ちょっと濃く塗った方が盛れたね。写真はたどりしてもらうとさ、めっちゃ自分の顔を現実見ない？本当に悲しくなるんだけど毎回。私こんな、だってさ、今こうやって画面で見てる自分の顔、鏡で見てる自分の顔、こんなに可愛いのに、なんで写真で撮られたらあんなにブサイクなのうち毎回なるんだよね。なんでたどりであんな顔でかいんだろうって。私こんなに今時間かけて自分が顔をねちっちゃくなるっていう手法をさ、もう命かけてやってんのに、たかがカメラのレンズ通すだけであんなにでかく映ってんのさ。だからでかいんだ本当は。ということでメイクは完成しました。じゃん。こんな感じです。最近の私のメイクは。メイク完成してないです。危ねえ、忘れてた。もう最後一番大事なのこちら、ダルバのキープミストぶっかけて終わりです。もう1時間に1回ぐらいで私振ってます乾燥大嫌いなんで。もうあとは自然乾燥で OK。 じゃあ髪の毛やってきます。もうツヤツヤすぎだよね本当に。天才でしょ。はい、ってことで完成しました。イエーイ。どうですか？涙袋にシピシピ足すわ。これが最近の私の毎日メイクになります。多分私のメイクは元を生かすっていうよりは本当にいかに消してくかの作業ではあると思うので、そのすっぴんとの差はめちゃめちゃあるんですけど、
可愛い自分をね追求できたらなと思いますので、参考になったとこがあったら嬉しいです。撮ってて自信がない子、その気持ちめちゃめちゃわかるけど、自分のマインド次第だし、今一番可愛いって思いながら毎日生きて大丈夫。好きなことして、好きな顔になって、好きなメイクして、好きな服着て、好きなもの食べて、ハッピーに生きようね。あと別に太ってても太ってなくてもみんな可愛いです、女の子は。本当にそれにつきます。みんな自分の好きをね目指して一緒に可愛くなろうね。ってことで、この動画が少しでも参考になったらって思っていただけましたら、チャンネル登録とグッドボタン、あとコメントもよろしくお願いします。ってことで、リストもでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ツヤツヤやな顔。じゃあなー。